はあ、この美術館100年続いてるだけあって面白い展示も結構あるじゃん。芸術鑑賞って退屈そうだしサポーターとか無理って思ってたけど意外と楽しめるかも。お、トランプ兵の絵発見。ビシッと並んでんのかっけー。うむうむ、この一糸乱れぬ姿は壮観じゃな。あ、リリア先輩、この絵の良さがわかるとはお目が高いなんて。隊列が乱れると全然決まらないもんな。特に行進はビシッと揃えてこそですよね。その通り。行進の真髄を分かっておるとはお主なかなかやるな。それほどでなんて、うちの寮の法律に寮生全員で行進しなきゃいけない日があるだけっすよ。くふふ、入学してすぐに練習が始まるそうじゃの。同級生たちがぼやいているのを何度も耳にしたわい。いやー、ぼやきたくもなりますって。寮長だけじゃなく普段は優しい先輩たちもビシバシ指導してくるし、入寮して初めての行進なんてもう最悪。この絵のトランプ兵たちとは似ても似つかなくって、ケイト先輩が撮っておいてくれた動画を見たら1年生はほぼ全員動きがバラバラ。どいつもこいつも手足が上がりきってないわ。視線も下がってるわで超ダサい。笑えもしねえって感じ。ちなみに俺は初回から褒められましたけどね。勇ましさがハートのトランプ兵らしくてよろしいって。先輩たちの動きとか動画をちょっと見て真似すりゃ簡単なのに、みんななんであんなに苦戦するんだか。ほほう。え、何その笑顔。急に気味悪いんすけど。キュートなわしに気味が悪いとは失礼な。そういうお主こそかなりの努力家ではないか。努力家？俺には縁のない言葉っすよ。先輩を手本にするだけでなく自主的に動画まで見て練習していたとは。見直したぞエース。ああ、もう頭撫でないでくださいよ。別に真面目に頑張ったわけじゃないですって。居残り練習とかなったら面倒だしダサいじゃん。だからさっさと終わらせたかったの、それだけ。そう向きになって否定するものではない。自分の思うかっこよさを追求するために努力したお主はとても立派だと思うぞ。別にムキになってないしって。この話続けたら延々といじられる流れじゃね。俺あっちのかっこいい絵を見に行きますんで。こらこら、わしを置いていくでない。くふこれが世に聞く思春期ってやつなのかの。どれどれ、かっこいい絵というのは。おお、百獣の王ではないか。貫禄があって惚れ惚れするわい。結局リリア先輩ついてきちゃったし。まあ貫禄があるっていうのは同感です。百獣の王に逸話は数多く残されている。パッと見ただけじゃどの場面を描いた絵か判断がつかぬの。横に貼ってある解説によると、家臣のハイエナに国の今後の展望を語り聞かせているところみたいっす。百獣の王がハイエナを頼りにしてたエピソード俺結構好きなんだよね。あと百獣の王が民衆に歌を披露したっていう逸話も。あの逸話は良い。自国をより良くするという誓いを歌に込めるとは粋な王よ。ですよね。歌を聴いたハイエナたちが大盛り上がりで一晩中歌って踊ったのも納得。百獣の王って見た目は近寄りがたいけどカリスマ性があったんだろうな。民心を動かす歌唱力の持ち主じゃからの。世が世なら歌で世界を席巻していたかもしれん。確かに百獣の王と同じ時代に生きてたら一緒にカラオケ行ってみたかったわ。カラオケといえばセベクと共に行ったそうではないか。ああ、セベクに聞いたんすか。デュースとオンボロ寮の2人、それからジャックとエペルも一緒だったんだけど、いやーマジでめちゃくちゃだったな。慣れてないやつばっかで曲の入れ方もフードの注文も全部教えたわ。感覚でわかるでしょ普通。入店から30分ぐらいは1曲も歌えなくて、お前ら何しに来たわけっていう。そう言ってくれるな。お主とて不慣れな分野はあるじゃろ。でもさ、まあでもカラオケの採点機能であいつらと勝負したのは面白かったかも。カラオケ対決か。
次回はわしも参戦したいの。それで勝者は一体？そりゃあもちろんこのエース君に決まってるでしょ。100点出した時全員が嘘だろって間抜け面してたのは気分良かったわ。ハンデやるために最近流行ってる曲を振り付きで歌ってやったんですけどね。おう、体を動かしながらの歌唱でも歌の質を落とさんとはやるの。まあ俺はあいつらと違ってミドルスクールの頃はカラオケによく行ってたんで。それにしてもあいつら歌の練習をして次こそは勝ってやるなんて息巻いてたけど、採点機能って高得点出すためのコツがあんの。ただ歌が上手くてもダメなんだよ。あの調子じゃ次も俺が優勝いただきだね。くふふ。どうやら普段一緒に行かないメンバーでも楽しめたようじゃな。まあ悪くはなかったかな。あいつらの選曲が親世代に流行った古い曲とかマイナーな民謡とか普段聴かない曲ばっかだったのは新鮮だったし、地元でつるんでたメンツとは全然違えよ。この絵は海の魔女に仕えてたっていうウツボたちか。彼らは悩める人魚を見つけると慈悲深い海の魔女に助けを求めるよう導いたと言われておる。へえ、ちょっといかつくて怖そうだけど見かけによらないっすね。見かけによらないといえばエースよ。お主この前マジカメでバズっておったの。あの投稿リリア先輩も見たんすか？くふふ、バッチリ見たわい。派手なガラシャツの怖そうなお兄ちゃんがバーガーショップで子供に親切にしてくれたとな。いいことをしたではないか。派手なガラシャツの怖そうなお兄ちゃん。からかうのやめてくれません？コメント欄ではギャップに燃えるとか怖い人ほど心が優しいとか好き勝手に書かれてたけど、服装だけで怖いって言われるのも勝手に優しいとか決めつけられるのもマジで心外なんで。つうかあの日一緒にいたバスケ部の連中が柄悪くて俺まで怖く見られたんだと思うんだよな。そもそもあの柄シャツだって俺の趣味じゃねえし、前にフロイド先輩に反強制的に買わされたから着ていかないとまずいなって思っただけで。見た目に関しては誤解じゃったか。しかし子供に優しくしたのは事実じゃろ。違いますよ。俺はただいらないものを押し付けただけ。いらないものを押し付けた。それがどうして親切にしてくれたってなるんじゃ。部活仲間と麓の町のバーガーショップ行ってセットを注文したらおまけのカードがついてきたんすよ。最近公開された映画とコラボしたキャンペーンだかなんかをやってたらしくって、俺も知ってる映画だから開けてはみたけどカードなんていらねえって思ってたら、たまたま近くにいた子供が大泣きしてたんすよ。ヴィランじゃなくてヒーローのカードが欲しいって。だから俺が持ってたカードをあげたってだけ。ちょうどその子が欲しがってたやつだったんで、俺はいらないものを処分できるし大号泣を BGM に飯食わなくて済むしちょうどいいじゃん。こうしてエースの言い分を聞くとほっこりエピソードには程遠いのでしょ。なのにマジカメではいい人扱い。周りのやつらにはめちゃめちゃいじられるし、しまいにはバズりを知った学園長にまで素晴らしい行いですって過剰なくらい褒められてさ。いやー先入観って怖いわ。もし俺が制服着てたら投稿されても全然バズらなかったと思うし、人間は見た目じゃないとか言うけどやっぱパッと見の第一印象って大事だよね。エースの本音を聞いたら投稿者の親子はびっくりするじゃろうな。さてわしはそろそろ他の展示室を見に行くとしよう。ではなエース。ああリリア先輩俺のこといじりすぎでしょ。さーて次は何を見よっかなーって。うわセイウチとオイスターの絵だ。こうして見るとセイウチってマジで紳士っぽい。オイスターたちも見た目に騙されたんだろうな。かわいそすぎて同情するわなんてね。